ちゆきさん、これちょっとだけ当ててみてもいいかな？浜名ちゃん、色が白いからとっても似合うと思うな。あ、プロデューサーさん。そうだよ、縦錦って言うんだって。この帯の生地、すごく作り方難しいの。さっき教えてもらった。そんな高級ってことはないんですよ。ただ手間暇のかかった織物なんです。これね、ちゆきさんが織ったんだよ。ほんの一部だけね。昔体験制作をしたことがあって、整理したら出てきて、クリーニングから戻ってきたところなんです。とっても綺麗だよね。どうかな、帯似合ってる？なあちゃん、大人っぽい。ちゃんと結んでみる？そんないいの。せっかくクリーニングしたのにシワになっちゃうよ。当ててみるだけですっごい楽しいから。天下ちゃんもほら、反対側どうぞ。ちゆきさん、天下も当ててみるね。かわいい。二人とも色合いがちょうどいいのね。私より似合ってるかも。そんなことないよ。でも天下、この柄好き。天野もこういう柄が似合うようになりたいな。十分かわいいわ、浜名ちゃん。こうなると浴衣も合わせてみたいって思っちゃうな。天野たちは持ってないけど、髪飾りとか小物とか選ぶの楽しそう。なあちゃん、すごく似合うと思う。天下ちゃんの方が似合うって。お小遣い貯まってるし、ギリギリ買えるかな。どんな感じの？取材？ごめんなさい、プロデューサーさん。お話の途中だったね。でもわかるわ。私もときめいちゃった。天下も。縁日に行くのなんて久しぶりですし。それで今年は絶対浴衣着るんだ。買うのが難しかったらレンタルとかしちゃおうね。天下ちゃん、なあちゃんと一緒に。この帯みたいな柄あるかな？縦錦。覚えてくれたのね。これはちょっと珍しいかもだけど、きっと二人にも素敵なのが見つかるわ。お仕事待ち遠しくなっちゃうね。おすすめ。それはこの地域ならどこでも好きなところでいいんでしょうか？どこがいいかな。
かちゃん、どこか心当たりある？どうしよう。おすすめの場所。天下ちゃんのいつも行ってるとことか、プロデューサーさん、そういうとこでもいいの？なにいいとこ思いついた？なんでもない。天下、もう少し考えるね。千雪さんはどこかある？あら、私？そうね。私は今はちょっと思い浮かばないかな。二人が行きたいところ聞くのが楽しみ。了解だよ。天下ちゃんと千雪さんの行きたい場所楽しみにしてるね。天下、ちゃんと考える。はい。ゲームセンター？ああ、ちょっと意外だな。浜名ちゃんもゲームセンターに行くのね。変かな。アマナいろんなとこに行くよ。そうよね。ごめんなさい。変ってことじゃないの。アマナ気にしてないよ。プロデューサーさん、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。今、天菜ちゃんがゲームセンターを提案してくれてて。ねえ、どんなところなの？ちょっとレトロなゲームセンターって感じかな。へえ、そうなの。ますます意外。アマナ、学校の友達とかと結構行ったりするんだって。プリとか取るついでっていうか。なあちゃん、そこって事務所に来る途中の？そうそう。本格的なゲームがたくさんありそうだなって感じのとこ。あそこなんだね。天下はブックカフェがいいかな。新しくできてたとこだよね。ああ、そうなのね。それも素敵。でもごめんなさい。天下ちゃんもちょっと意外かも。いろんな本があってお勉強できるし、それにおしゃれ。アマナもそう思う。しかもこの辺だと一番品揃えがいいんだよね。最近新しく出たのとか買えてなかったな。なあちゃん。そっか。二人とも本当に仲がいいんだ。でもブックカフェもいいけど、アマナはゲームセンターを押したいな。ブックカフェ、新しくできたところだし、紹介した方がいいと思う。あと、天下は、なあちゃんと一緒にゆっくり本を読むの、いいかも。天下ちゃん。
確かにブックカフェも素敵だよね。でも、本当に地元っていうか、あんまり知られてないとこに注目するのいいかもって。だけど、本を読むとこも知りたい人いる気がする。こういう時も声が揃っちゃうのね。ねえ、それじゃあどっちも行ってみない？どっちも？でもおすすめの場所の記事1個しかない。でも実際に行ってみて、それから決めることもできるんじゃないかしら。どうですか、プロデューサーさん。そっか。千雪さんすごい。そういうこともできるよね。それなら千雪さんの行きたいところも教えてもらわなきゃ。教えてもらわなきゃ。私の？改まっておすすめの場所ってなると、やっぱり難しいっていうか。そうなの？二人ともありがとう。でも今回は私、天野ちゃんと天下ちゃんの行きたいところがいいな。そっか。じゃあ千雪さんの行きたい場所も見つけなきゃだね。天下も考える。まあ、ありがとう天野ちゃん、天下ちゃん。それはまたきっとね。空いてる席すぐ見つかってよかったよね。思ったよりゆっくりできそうで嬉しいな。いつもは混んでるみたいだけど、狙い目の時間帯あるって。できたばっかだけど人気のお店だし。天下、ネットで調べてきた。そうだったのね。ありがとう天下ちゃん。そうだよそうだよ。天野からもありがとう。ここならなあちゃんが気に入るのもきっとある。もちろん千雪さんが好きそうなのも。ほんと、どこから見てこうか迷っちゃうな。その気持ちわかる。天野、ここみたいに本棚がずらーって並んでるの見るとワクワクしちゃうもん。どんな本があるのかなとか、お楽しみが詰まってる感じ。天下、向こう回ってくるね。なあちゃんと千雪さんもゆっくり見てて。オッケー。じゃあまた後でね、天下ちゃん。これ、この間テレビで紹介してた小説だ。なんかね、すっごく泣けるお話なんだって。前から読みたかったんだ。席に持ってっちゃおっかな。買いそびれてたやつもある。どうしよう。新しい方の中身も気になるし。待ち時間なんかにファッション誌を読んでるところは見たことあったけど、天野ちゃんはこういう本も読んでるのね。やっぱ意外って感じする？最近は時間がなくてあんまりなんだけど、前は本屋さんとかこういうところにも来てたんだ。家の近くにね、ここと比べたら隠れ家って感じなんだけど、静かでのんびりできるお店があるの。
学校帰りとかにちょっと寄ってみたり。そっか。本が好きなの？そういうわけでもないんだけど。なんだろう。たまに思い切って難しい本とか読んでみたりしてたかな。内容はわからないはずなのに、開くとね、どの本もキラキラして見えたの。アマナ、やりたいこととか将来の夢とかあんまりなかったから。だから多分そういう体験が楽しかったんだよね。素敵。アマナちゃんはきっと本と出会うときにその本を書いた人とも出会えちゃうのね。そうなのかな。きっと。ねえ、アマナちゃん。私も今日は素敵な出会いがしたいな。何かおすすめ教えてもらえない？千雪さんだったら、そうだな。これとか。わあ、和小物の本ね。千雪さんの雑貨って洋風なイメージだから、たまにはこっち路線もいいかなと思って。どう？すごい。自分で作るときにも参考になりそう。二人ともいた。天下ちゃん、いいの見つかった？本はまだだけど、千雪さんに見せたいのあって。私に？何かしら？その本の表紙みたいな飾り、向こうにあった。そっか、こういうとこって雑貨も置いてたりするもんね。だから、行ってみない？ぜひ。ありがとう、天下ちゃん。すごい！かわいいのいっぱいあるね。これ、素敵。私、こういう花の飾りが大好きなの。ほんとだ！千雪さんに似合いそう！ねえねえ、つけてみようよ。それじゃあ。うわぁ、千雪さん、綺麗。きっと飾りが可愛いからね。そんなことないよ。飾りはもちろん可愛いけど、千雪さんだって可愛いもん。アマナちゃん。このお花の飾りはつまみっていうの。布をつまんで作るからこういう名前がついたんだけど、もともとは江戸時代から伝わってる細工なんだ。千雪さん、雑貨の先生。やっぱりすごいな。それに、その飾りのことも大好きって感じ。千雪さん、買わないの？買っちゃいたいけど、今日はそんなつもりじゃなかったし、みんなで本選びに戻りましょうか。すっごく可愛いのに。もったいない。いいの。それより、ちょっとはしゃいじゃった。ごめんなさい。あら？もうこんな時間？ほんとだ。さすがにそろそろ帰らなきゃだよね。じゃあ、天下、本戻してくるね。私たちも支度しなきゃね、アマナちゃん。
え、千雪さん。千雪さん、きっと、アマナと天下ちゃんが行きたいところを優先してくれたんだよね。小物とかも、もっと見たかったよね。何言ってるのアマナちゃん。全然そんなことないのよ。帰りがけにもう一回、雑貨のコーナー寄っていく？ううん、大丈夫。ありがとう、アマナちゃん。こちらこそありがとう、千雪さん。よーし、アマナも片付けてこようっと。天下ちゃん、待ってーすっかり遅くなっちゃったね。楽しい時間ってあっという間なんだもん。もうちょっといられたらよかったのに。なあちゃん、楽しかった？うん、すっごく。ほら、この前話してた小説がね、読んでみたら思った以上の超大作で、天下ちゃんにも絶対おすすめって感じだったよ。すごそう。今度続きと合わせて買ってくるから一緒に読もう。うん、楽しみ。天下ちゃん、いっぱい来てるよ。任せて。ふう、余裕。天下ちゃん、さすが。かっこよかったよ。ほんと、すごいのね、天下ちゃん。私、今何にもできなかったわね。ごめんなさい。千雪さん、天下こそ、天下の教え方、悪かった？違うの、天下ちゃん。ルールはちゃんと分かってたはずだったんだけど、実際に敵が出てくると、びっくりしちゃって。そっか、それは、慣れが必要。あとは、反射で体が動くようにする。おお、プロみたいだよ、天下ちゃん。でも、反射は難しいよね。千雪さん初めてだし。もう一回説明があった方がいいんじゃないかな。そうね。私、まだ手順を思い浮かべないと動けないもの。わかった。そしたら、おさらいしよう。撃つのは簡単。忘れちゃダメなのは、リロード。あと、狙いが安定しなくなっちゃうから、銃持ったら、脇締めるって意識する。うん。リロードと銃の持ち方ね。最後に、びっくりしても、銃を下げない。びっくりしても銃を下げない。これが一番難しそう。いけそう？大丈夫。いけるわ、天下ちゃん。じゃあ、次のステージ。天下ちゃんも千雪さんも頑張れー。アマナ、動画撮っとくからね。この程度、天下の敵じゃない。天下ちゃんいいよ。そっちの敵、すぐいなくなっちゃいそう。やっぱり始まると驚いちゃうわね。千雪さん、右。
いたのね。まだ距離ある。落ち着いて。ありがとう、天下ちゃん。よく狙って。お見事。すごいよ、千雪さん。一発で急所に直撃だったね。ほんと？よかった。千雪さん、リロード忘れない。ごめんなさい。千雪さん、前来てるよ。撃っていっぱい遊んじゃった。ほんとだね。天下ちゃんが楽しそうでよかった。みんなで遊ぶの楽しい。結構いろんなゲームがあったもんね。天下ちゃん、どれも上手ですごかったわ。そうかな。それに教えるのも上手。私、次ここに来たら、一人でも全部のゲームができちゃいそうだもの。それは、千雪さん、コツ覚えるの早かったから。ガンシューティングの時の私を見ても、まだそう言える？二人ともごめん。アマナ、中に忘れ物してきちゃった。ちょっと待ってて。アマナちゃん、一緒に戻ってもって、もう行っちゃった。天下ちゃん、ゲーム詳しいのね。どうだろう。いっぱいやってるだけ。そう？でも私、今日は天下ちゃんのエスコートがあったから、ゲームを何倍も楽しめたんだと思うな。今度は、また違うゲームも教えてもらっていい？いつでも。この前。何？ブックカフェで、なちゃんと何話してたの？本のお話よ。どういう本を読むのか聞いたり、アマナちゃんにおすすめしてもらったりとか。そうなんだ。天下もおすすめしてもらうことあるよ。でも、なちゃんと本のことじっくり話すのはなくて。天下もなちゃんに聞いてみる。お待たせー。二人ともごめんなさい。いいのよ。すぐ見つかってよかった。シューティングゲームのとこに置きっぱなしにしちゃってたみたいで。その時にね、あのゲームやってる人がいたんだけど、やっぱり楽しそうで、もっと遊びたくなっちゃった。ねえ、取材の場所、どこにしよっか。ブックカフェもゲームセンターも、どっちも良かったし。どっちかに決めるの、難しい。そうね。
あ、そうだ。ねえ、私たちみんな一枠っていうのは一箇所のことだって決めつけてたけど、まだ相談する余地はあるんじゃないかしら。話題のニュースポットブックカフェ vs 地元で愛されるレトロなゲームセンターって感じでテーマにしちゃえば、どっちも記事にできるかもしれないなって。千雪さん、それ名案。千雪さん、すごい。天下、それがいい。じゃあ、プロデューサーさんに相談してみようね。それに、縁日の方ももうすぐだから、準備しなきゃ。千雪さん、やっぱり大人だよね。憧れちゃうな。あの方法だったらさ、ゲームセンターもブックカフェも載せられるもん。どっちも乗るの、嬉しい。でも、天下。どっちかしか記事にならなくても、嬉しい。なあちゃん、天下の行きたいところ、選んでくれたから。天下ちゃん。やっぱアマナたち、同じだね。同じ。でも、千雪さんの行きたいとこ、行けてないね。行きたいところ、思いつかないって。このままじゃ、千雪さんの記事なくなっちゃう。きっと、どこかあると思うんだ。千雪さん、アマナたちに遠慮してくれてるんじゃないかな。なあちゃんは、千雪さんのこと、好き？大好きだよ。天下ちゃんは？天下も、好き。なあちゃんは、どうして千雪さんのこと、好きだと思う？優しくて、大人で、アマナも、千雪さんみたいな素敵な女性になれたらなって思うから。そっか。天下ちゃんはどうして？天下は、うまく言えないけど、天下、なあちゃんのこと大好き。それで、なあちゃんの好きなとこ、いっぱいあって、けど、なんで好きかって言われたら、うまく言えない。千雪さんは、なあちゃんと、ちょっと、同じ感じ。じゃあ、やっぱり同じ。天下ちゃんとアマナ、やっぱ双子だね。じゃあ、天下、千雪さんの記事、作りたい。天下たちで、千雪さんの記事、作ろう。どうやって？それは、縁日の取材で、千雪さんを主役にして、千雪さんを主役に？
どうやるかはわかんないけど、すっごく可愛くなってもらって。なんか、アマナもひらめきそうなんだけど。千雪さん、この前ブックカフェで見た髪飾り気にしてたでしょ？あれは普段使い用のやつだったけど、ああいう感じの着物用の髪飾りをプレゼントしたら喜んでもらえると思うんだ。でね、それをつけてもらって写真撮ったら記事でもすっごく映えるんじゃないかな。サプライズだね。いいかも。じゃあさ、明日早速買いに行っちゃおうか。でも、お小遣い足りるかな。浴衣が借りられなくなっちゃうかも。でも、まあ、いいかな。千雪さんを主役にするんだもん。今回はいいよね。天下、明日楽しみ。プロデューサーさん、お疲れ様です。あら、私ちょうどそのことでご相談があったんです。ありがとうございます。私は特には。私は特に行きたいところがあるわけじゃないんです。アマナちゃんも天下ちゃんも笑顔でいてくれるならどこへ行くのも楽しいって思います。でももし2人だけの場所を私が。いえ、プロデューサーさん、はい。プロデューサーさん、そうかもしれませんね。気になっていたこと伝えてみます。言われてみればシンプルなことかもって。私大人なのにしっかりしなきゃな。3色の糸が1組の縦糸になっていろいろな文様を作り出す。縦錦って不思議な織物だな。はい、できた。千雪さん、なかなかの仕上がりだぞ。帯はすっかり変身しちゃったけどきっと2人に似合うんだから。目覚まし。結局当日になっちゃったな。2人のために私はちゃんと伝えるのよ。私。あっ。
れてく帯、ない。ちゆきさん、お疲れ様。じゃーん。じゃーん。あまなちゃん、てんかちゃん、おはよう。これ、何？秘密。開けてみて。いいもの？秘密。まあ、何かしら。開けてみるね。きれい。これ、二人が？なーちゃんと二人でいろいろ買って二人で作ったちゆきさんにはそれをつけてもらって今日の取材の主役になってもらおうと思います。主役？そう、ちゆきさんだけ行きたいとこの記事がないでしょ。だから縁日はちゆきさんの可愛いカットで行きます。なーちゃん、編集長さんみたい。天下もお手伝いする。なのでちゆきさんはこの可愛い髪飾りをつけてください。この前の帯と絶対合うと思うから。なんて言ったらいいかわからなくて。ちゆきさん？最初に、ありがとう。髪飾り、すっごくかわいい。ブックカフェで見てたの、覚えててくれたのね。だって可愛かったんだもん。つまみだよね。ちゆきさんの好きな飾りに大崎カスタムを加えてみました。浴衣に合わせるから華やかにしたくって。世界に一つだけ。そっか、すごく素敵。でも、ごめんなさい。私、帯が、ないの。帯って、縦錦が？そう、代わりがなくって。だから、浴衣も、着ないつもりでいて。ごめんなさい。私のために、こんな素敵なこと、考えてくれたのに。でも、帯、どうしたの？帯は、これを二人につけてもらいたくて。すごい！これ、髪飾り？そうなの。浴衣が引き立つように作ってみたんだけど。縦錦。そう。二人とも興味を持ってくれてたし、それに、縦錦は、三つの糸が一組になって、いろんな柄を織り出すの。だからこの帯で、二人が輝くための何かを作りたくって。ちゆきさん。今更なんだけど、私、自分の行きたいところを考えてみたの。でも、あまなちゃんとてんかちゃんが笑顔でいてくれたら、どこでもいいなって。二人がキラキラできるようにお手伝いしたいなって。それが私の希望なの。じゃあ、みんなで主役をやろうよ、ちゆきさん。ちゆきさんはアマナたちを思ってくれてるけど、アマナたちだって今日はちゆきさんを主役にしたいんだもん。
千雪さん、遠慮しないで。千雪さんと、なあちゃんと、天下で、アルストロメリアマナちゃん、天下ちゃん。私、すごく嬉しくって。ダメだな、お姉さんなのに。すごく素敵。私も一緒に主役をやらせてね。もちろんだよ。3人で主役。嬉しい。でも私、浴衣がなくってごめんなさい。アマナたちもないよ。ちょっとだけ、お小遣い足りなくなっちゃった。そうだったのね。浴衣、あんなに楽しみにしていたのに、ごめん。謝っちゃめったよ、千雪さん。アマナたちが一番したいこと、しただけなんだから。なあちゃんの言う通り。ありがとう。じゃあ、このままお洋服で出かけよっか。髪飾りも、よかったらつけさせてくれる？ほんと？つけてくれるの？いつか、ちゃんと浴衣に合わせるから。じゃあ、天下も。アマナもつけるね。天下ちゃん、やってあげよっか。なあちゃん、ありがとう。千雪さんも、天下、つけるの手伝うね。ありがとう。じゃあ、アマナは、千雪さんにやってもらいたい。もちろん。嬉しいな。なんだか、すっごく嬉しいな。天下ちゃんとプロデューサーさんの分、これくらい買っていけばいいかな。天下ちゃんにはラムネでしょ？あとは人形焼きもあるし、プロデューサーさんにはたこ焼きと焼きそば。なんか串焼きとかもあった方がいいかな。そうね。でもたくさん買ったし、一回戻ってまた足りなくなったら買いに出ましょう。そっか、天下ちゃんたちも待ってるもんね。いろんなお店があるから目移りしちゃって。わかるなぁ。やっぱりこういうところってドキドキするもの。アマナもね、ちっちゃい頃はよく天下ちゃんと一緒に縁日とか来てたんだけど。射的もある。二人でよくやってたとか？逆かな。一回ね、すっごく頑張った時があったんだ。でも結局取れなくって。そうなの。天下ちゃんもアマナも欲しいなって思ったぬいぐるみでね、二人してお小遣いを出し合ってはみたものの、もう全然ダメだった。まずうまく狙えないの。鉄砲重いし。それでね、天下ちゃんがアマナの欲しいものが取れなかったからって泣いてくれて、あの時天下ちゃんはやっぱりアマナのお姉ちゃんなんだなって思ったんだ。その後アマナもつられて泣いちゃってさ、二人で大泣き。そっか。ねえ、それなら今からやってみない？射的を？そう。だってみんなどんどん変わっていくものでしょ？今度はきっと取れるんじゃないかしら。だからどうかな。それでこれも天下ちゃんのお土産にしちゃうの。
閉めて狙いを定める。この間のゲームの時に教えてもらったこと思い出したの。狙いを安定させるためには脇を締めるといいって天下ちゃんが。わかった。やってみる。ちゃんと狙って。すごいすごい、アマナちゃんおめでとう。本当に取れちゃった。かわいいな。アマナ、今度はちゃんと取れたんだね。千雪さんが誘ってくれて、天下ちゃんのアドバイスがあったから。天下ちゃんにも早く見せなくちゃ。急ぎましょう。すみません、ちょっと寄り道をしてて遅くなっちゃいました。アマナちゃん、ほら。天下ちゃん、これぬいぐるみ射的で取ってきたんだ。射的？そっか、なあちゃんが取ってくれたんだ。天下、お姉ちゃんなのに取ってもらっちゃった。違うよ、天下ちゃん。アマナね、この間天下ちゃんが千雪さんに言ってた撃つ時のコツを参考にしたの。千雪さんが教えてくれたんだ。だからね、これはみんなで撮ったんだよ。みんなだから撮れたの。なあちゃん。そっか、そうだね。ありがとう、なあちゃん、千雪さん。次はどこに行こっか。人ちょっと少なくなったから天下、もう大丈夫。すごい、いつになく張り切ってるね、天下ちゃん。だって一緒だと楽しい。アマナも遠い。ねえ、二人ともリンゴ飴買ってもいいかな。もちろん、行こう行こう。そこに屋台出てる。ほんとだ。お兄さん、すみません。リンゴ飴一つでいいんだよね、千雪さん。ええ、リンゴ飴を一つお願いします。ありがとうございます。うわあ、丸くってきれいだね。それにすっごいツヤツヤだ。天下ちゃん、アマナちゃん、これ3人で食べない？でも千雪さんが欲しかったんじゃないの？そうなんだけど、私リンゴ飴って一人で食べきれたことがないの。だから一緒に食べてもらえないかな。天下ちゃん、待って待って。いただきますがまだだよ。そうだった。そんな気にしなくていいのに。ダメダメ。せっかく3人で食べるんだもん。3人でいただきますしなきゃ。天下となあちゃんの分けっこの合図だから。まあね、だからみんなでせーの、いただきます。脇を締めて両目で対象を捉える。バーン。リロードを忘れない。
千雪さん。アマナちゃん、おはよおはよう、千雪さん。その傘、射撃の練習？見られちゃってた？やっぱりそうなんだ。バッチリ見ちゃった。千雪さん、合ってる。すごく綺麗なフォーム。まあ、ほんとに？なんか、天下ちゃん先生に褒めてもらえると嬉しいな。先生じゃ、ゲームとも違うし。でも、こうしたら、もっと。あ、こう？そう。天下の真似、してみて。天下ちゃん、千雪さんばっかりずるいよ。アマナにもやらせて。なあちゃんは、もっと肩の力抜いて。肩の力。抜きました、天下ちゃん先生。かっこいい、アマナちゃん。じゃあ、そこのドアから敵が侵入してくるから。3人で迎え撃つ。わかった。じゃあ、せーの、バーン。プロデューサーさん。プロデューサーさんを撃っちゃった。おはようございます、プロデューサーさん。ごめんなさい。騒がしくて。プロデューサーさん、今、アマナたちに銃で撃たれたんだよ。プロデューサーさん、弱いよ。もう。勝った。千雪さん、この前の取材からすごくシューティングに興味があるみたいなんだ。いえ、興味なんて言ったらおこがましいんです。でも、取材が終わってからいろいろと思い出したっていうか、本なんかもあれから何冊も買ったりして。それアマナもあれからまたブックカフェに行ったんだ。よかったら千雪さん、また一緒に行きたいな。ほんと？嬉しい。そろそろ新しい本もチェックしたいしね。天下もいろいろ読む。じゃあ3人で行って帰りにお茶もしましょうね。ほんと？見る見る。アルストロメリアの夏田んぼ。私たち記者さんになったみたい。話題のニュースポット、ブックカフェ VS 地元で愛されるレトロなゲームセンター。千雪さんのそのまま使われてるね。アマナも本に載るような言葉考えられたらな。中も開いてみよう。リンゴ飴の時の写真。大きくなってる。なあちゃん、どうしたの？あの後、舌が真っ赤だったから、映ってないかなって思って。大丈夫よ。プロの型のカメラじゃないし、暗いもの。でも、とってもいい写真。
髪飾りがキラキラしてる。アマナたち、こんな風に見えてたんだね。天下、飴の味、思い出す。そうね。天下ちゃんとアマナちゃんと私でアルストロメリア。天下ちゃん、前にそんな風に言ってくれたでしょ？同じようなことをプロデューサーさんにも言われたの。でも私、あんまりちゃんと分かってなかったなって。千雪さん、今は？今は分かったみたい。きっとこの写真みたいなことだなって。そうだね。アマナも賛成。天下も。じゃあ、今日はアマナたちの記念日だね。それ素敵でしょ？じゃあ、ケーキ食べて帰ろうよ。お祝いのケーキ、食べたい。ろうそくも立てちゃダメ？立てちゃおう！何本？3本。3本に賛成。